椎名隆先生は挑戦しているということでですね。また久しぶりの動画になっております。時期率なんですが、ね、こんな感じでですね、今後もやっていきますので、よろしくお願いします。ということで今回もね、漫画版汎用にシャイプの話していきましょうと。今回は、サンデースーパー10月号にですね、汎用のヤシャ姫最新話である24話が掲載されていたわけなんですけども、やっぱりまず注目すべきは、サンデースーパーの表紙、いつまでサブマリンなのかなっていうとこですね。どうやら次回ね、また、ヤシャ姫が表紙になるような話をね、なんかどっかで見たような気がするんですけど、だから今回までかなっていうとこですわな。でもちろんね、このサンデーにおける一番の看板タイトルである、コナン様のね、映画ですから、わかるなっていうとこではあるんですけども、大ヒット御礼ってね、なってますから、まだやってるんですかね、どうかわかんないんですけど、皆様見に行かれましたか、コナン。僕もね、ちょっと、前になるんですけど、見に行きまして、いやー、なかなかね、面白かったんで、まだ見てない方は、ぜひぜひっていうのはあるんですが、でもある程度ね、今回の映画、久しぶりのコナンの映画だから前のやつとか知らないけど、今回のやつはコナン、ある程度そのコナンの知識、黒の組織全体への、理解度がないとですね、十二分に楽しめない。ガンガンメインでね、その組織のやつら出てくるんで、そのみんな知ってないとっていうところだけちょっと注意点かなっていうですね、コナンの話をしつつ、本題ね、入っていくんですが、でもね、久しぶりにちょっとなってますので、僕がその動画にしていなかったところあたり、22話の、真夜中とのこの戦い後あたりからですね、ちょっと簡単にですけど、振り返りつつ、感想をね、言っていこうかなというふうに思ってます。まずその真夜中との戦いの決着後ですね、最終的にはその真夜中さんと和解しまして、でそのゼロのいる場所までね、乗り込んでいきますよと。で、ここまたすごいのが、その真夜中の加護によって、幻影ながらもですね、犬夜叉カゴメリンが復活します。で、命に関しては、見た感じも大丈夫なのかなっていう風になってました。一応この犬夜叉たちをどう救っていくのかっていうのがですね、やっぱ漫画版においても汎用なヤシャ姫大きなテーマの一つではあったんですけど、さすが神様すごいなっていうお話ですね。そしてですね、そこにさらに殺生丸様も合流してきましたので、なんかもうすごい、これ当時見てた時に、もう終わっちゃう最終決断に入っちゃうぐらいの展開かなと思ったりしたんですけど、結局的には、ゼロさんには逃げられてしまい、犬夜叉さんたちの幻影っていうのも一時的なもので、すぐ消えてしまうよと。だからその22話っていうところは、わずかな時間でもですね、その三姫の両親と語り合えたことでね、今まで一応その一番最初からね、目的が両親を助けるため、救うためっていうところはあったんだけども、そんな覚えていない、両親のことではありましたので、なんとなくのね、ところがあったのが、よりその具体性を帯びてきて、救わなければならないという気持ちを、その三姫がね、刹那とはモロハが、より強めることができた話で、とはいえね、一旦その区切りのつく回でもあったのかなというところです。そしてその次、先月の回となる、23章が区切りついてからの話なので、新たなる旅の始まりみたいな感じなんだけど、話していくと、ついにその堺に到着しますよと。一応この場所までの護衛っていうのがね、リオン陸の三姫への依頼だったわけなんだけど、これまでの旅でね、キリマルゼロを止めるっていう、その目的の方向性自体は同じだったりしますので、ちゃんと仲間にね、なったって感じ。そしてここから次のね、目的地であるさらなる、その西にあるキリン丸の城へ向かうために、海の妖怪退治をね、生業としている、その船にね、乗せてもらうことになるんですけども、その船にはなんとですね、昔犬夜叉たちと関わり合いのあった、そしてアニメヤシャ姫の方でもですね、大きな役割を持っておりました、しおりさんの姿がっていうことでね、今回の話ようやく、入っていくんですけども、皆様もね、これ、今回というか前回の最後見てね、驚愕したんではないでしょうか。このしおりさんの変わり果てた姿に。いやー、どうなんですかね、このしおりさん。いやー、ほんともうね、この椎名先生はどれくらいキャラを改変しても大丈夫なんだろうっていう、もう挑戦をね、もしかしたらしているのかなとか思いつつ、アニメの方ではね、なんか清楚な感じなイメージがあったんですけど、漫画版ではなかなかにですね、イケイケな、ギャルみたいな、感じになってまして、でもこれもですね、そもそもの役割というか、立ち位置が、
が、まあ、海の退治屋の長みたいな感じで、で、その、ね、船員もですね、なかなか柄の悪そうな柄だったんで、まあそういう人たちと近くにいたことによる影響っていうことで、まあこんな感じになったのかなというところだよね。でね、まあそのしおりさんたちと、まあ対峙することになる妖怪との対決がですね、まあ今回のね、話の肝となってくるところなんですが、その妖怪というのが、和田摘辻と。で、これは僕が調べた限りの話なんですが、この名前通りの妖怪とかはいないんですが、まあ和田摘が、まあこの日本神話における海の神であったり、まあ海そのものをね、表している言葉であり、まあ水地の方は、まあ蛇のね、妖怪だったり、こう水神をね、表す言葉だそうで、それぞれね、この和田摘水地自体はね、まあ聞いたことある方もね、多いんではないでしょうかと。で、このまあ二つね、まあ両方、まあ水だったり海を表す、二つ合わせた、名前をしていまして、で、見た目もですね、アニメに登場していた海蛇女さんとまあ似ておりまして、で、その石化能力を使う展開もありましたので、まあ漫画版海蛇女会と言えるとこではあります。しかし今回のラストのところではですね、こう、なんとトワさんがね、まあ、石化されて海の底へ沈められてしまうという展開がございましたので、まあ、次回どうなってしまうのかっていうのがね、まあ、気になるところなのかなという話なんですが、まあ、アニメ通り行きますとね、言うてゆかりの断ち切りも毎回ゆかりの断ち切りでどうにかしてくれるだろうなっていう話しかしないんだけど、でも圧倒的その万能感というか、その、期待はしちゃうよね、これね。やっぱ一応これまでのね、やっぱり活躍も踏まえて、ゆかりの断ち切りさんのね、活躍も踏まえてちょっと見ていきますと、まずはやっぱりその16話でのね、そのメビウスの輪を作り出していた幼虫、これをね、まあ、見えなかったのを見つけ出し、そのままね、撃破していたところ。そして21話であった、その真夜中さんのね、おはるが死んだことへの未練というですね、まあ、こう完全に目には見えない感情というか、思いの部分もですね、まあ、断ち切って、その解決まで導いていったよという話。そして、明賀さん曰く、悪しき流れを見破り、あるべき秩序と調和を取り戻すのが、このゆかりの断ち切りの力だそうですので、まあ、今回もですね、まあ、おそらく悪しき存在で、あるであろう、和田摘土の石化という、まあ、異常とされる状態もですね、元に戻すことができると考えるのは、まあまあ、あり得るのかなという、まあ、予想の話でございました。で、そこにですね、やっぱりこれまでの漫画の話見ていきますと、ある意味でね、アニメと同じ解決策にプラスなところで、椎名先生ね、何が見どころ、まあ、せっかくですね、しおりさん、まあ、一応今回ね、活躍的な部分あったんですけど、もうちょっとなんかいいところを作ってくれたりするのかなというところでですね、漫画版範囲の7024の章公開を、まあ、ちょっと前のね、振り返りをしながら、まあ、感想をね、言っていこうの回でございました。まあね、もうこう、そういうね、感想を言う場所、なだけなんでここって、ぜひぜひ皆さんもですね、今回の感想であったり、まあ前のでもね、いいんですけど、犬やしゃやしゃ姫のね、思いであったり、まあ特になければですね、黒金のサブマリンの感想でも書いてもらえればなと思います。それでは、あらました。